どうも皆さんこんにちは、アロです。皆さん、僕のことについてあまり知らないと思うので、自己紹介だけさせてもらいます。チーム芝刈り機に所属していて、COD モバイルのプロプレイヤーをやっています。よろしくお願いします。この動画のシリーズの説明をします。ゲームのチュートリアルって意味ないし、あのチュートリアルをしたところで、このゲームを理解できるわけがないんですよね。なので、本当にためになるチュートリアルをプロで活躍している僕が、一緒にプレイをして教える動画を作りたいと思っています。そして、芝刈り機ファンで COD モバイルをプレイしたことない人や COD モバイルの競技シーンに乗り込めない人、どんなレベルの人でも1段階レベルアップして COD モバイルを好きになってくれるような動画にしていきます。もちろんレベル別で動画は作り分けていく予定です。今回は1本目ということで基礎の基礎、実際のゲーム内チュートリアルではなぜか教えてくれないけど COD モバイルをやる上で絶対に必要な基礎チュートリアル第1編です。荒野行動をやってた人が多いと思うから、荒野との違いから説明していきます。荒野行動は TPS で3人称視点なんですけど、この COD モバイルのゲームは FPS で1人称視点です。そして試合時間が短くて、荒野行動は1試合10分や20分ぐらいだと思うんですけど、COD の場合は1試合5分から8分ぐらいの短な時間で試合をしていきます。そして、荒野行動にはない COD モバイルのランクマというモードなんですけど、勝てば勝つほどレートが上がるシステムになってて、COD モバイルをプレイしている人の一つのモチベにつながってくるようなモードとなってます。このゲームにはリスポーンっていうシステムがあって、倒されると、そのリスポーンに復活するというシステムになってます。これの荒野行動の違いは、荒野行動はダウンっていうシステムがあって、そこで蘇生ができると思うんですけど、COD モバイルはそのリスポーンまで1回戻って、そこからまた戦場の方に走って戦いに行くっていうシステムになってます。そして、バトロワのマップと違って、このゲームのマップは狭いからスピードが速くて、車線管理が一人称やから三人称のゲームと違ってめちゃめちゃむずくて、味方との VC での連携もバトラーみたいに大まかな連携じゃなくて、細かい連携が必要になります。次に操作設定のボタンの説明をします。設定ボタンを押して、こちらの画面に飛びます。シンプルモードと上級モードがあって、シンプルモードは自動で打ってくれるんですけど、それはあまり強くはないので、こちらの右の上級モードにしましょう。で、射撃モードがワンタップエイム、腰ダメ打ち、カスタムってあるんですけど、僕はワンタップエイムにチェックマークをつけて、このレイアウトを変えています。このワンタップエイムについて説明をします。ワンタップエイムって何って思う方もいると思うんですけど、このボタンを押すだけで ADS と射撃を同時にやってくれるボタンなんですよね。このボタンの弱いところっていうのは近距離も覗いてしまうので、近距離がすごく打ちづらいんですよね。このボタンは僕はみんなにはおすすめしません。一番おすすめするのはこの一番左のこのボタン、腰ダメ打ちです。このボタンは近距離を覗かずに打ってくれて、すごく近距離に特化したボタンです。中距離、遠距離はどうするのっていうと、この右上のこのスコープボタン。スコープやサイトを覗いてくれるようなボタンなんですけど、このボタンで覗いて腰ダメ打ちで打ちましょう。ここで何が言いたいかというと、このワンタップエイムは消すか押さない場所にして透明にするかにしましょう。消し方はこの腰ダメ打ちでも消えるし、このワンタップエイムで押さない場所にすれば押す心配もないので、そういう設定に変えましょう。ホーム画面に戻ると、ボタンがめちゃめちゃあって、何をすればいいのかってわからなくなると思うんですよ。なので、少し説明します。この右のマルチプレイヤーところを押して、この画面に飛ぶんですけど、左下のロードアウト。このロードアウトっていうボタンは、自分の武器などのカスタムを設定できるボタンになっています。そして次に、マッチングはどこでするのかっていうんですけど、この左上にマッチってボタンがあって、これが光ってる状態で、右下のチームデスマッチニュークタウンって僕書いてるんですけど、ここを押してください。ここを押すと、いろんなモードがあるんですけど、今回はチームデスマッチをしたいと思います。忘れていたんですけど、武器ってどうやって解放すればいいのかっていう質問なんですけど、武器はホーム画面に戻って、左上のアロ YouTube って書いてる名前、このボタンを押します。ここを押すと、プレイヤーレベルの報酬っていうのがあって、このレベルを上げていくことによって、武器がどんどん解放されていきます。
で、一つここでおすすめの武器を紹介するとしたら、この60レベルの AK117 がいいと思います。どうやってレベルを上げるかっていうのなんですけど、レベルはこのゲームをプレイすればするほど経験値をもらえて、その経験値でレベルが上がります。では、マッチングに行きたいと思います。マッチング行く前に、リスポーンの説明をします。ニュークタウンの場合だと、このマップって狭いんですけど、左と右っていう風にリスポーンが分かれてあって、僕たちが左に湧いたら、リスポーンはその反対の右側、相手がそういう風に湧きます。逆に、僕たちが右に湧いたら、相手が左に湧くという風になっています。では今回はチームデスマッチのニュークタウンにやっていきたいと思います。では、行きましょう。はい、やってきました。今回使うロードはこちらの M4 です。拡張マガジンとグリップついてます。では、やっていきましょう。いろいろ説明したいことがあるんで、ゆっくり順に説明していきます。まず、腰打ちと ADS。ADS すればこうやって中距離安定するんですね、こうやって。でも、腰打ちの場合、腰打ちは中距離が安定しないので、フォアコードとはそこが違います。なので、腰打ちを使うときはもう近距離を使うようにしましょう。スライディング、キャラクターコントロール。これは打ち合いについてですね。打ち合いを強くなるには、キャラコンを使いましょう、こうやって。スライディング。スライディングは、相手からしたら、すごい速く見えて、当てづらいんですよね、めちゃめちゃ。なので、スライディングをうまく使って戦いましょう。次は、左下のこの光っているスコアストリークっていうんですけど、これの説明します。これは、ポイントが違うんですよね、スコアストリーク一つ一つに。1キル100ポイントこうやってもらえるんですけど、例えば今から倒しますね。敵を。ここや、ここ。こうやって倒しました。ほら、100ポイントってあったんですけど、UAV は確か400ポイントだったかな。400か300ポイントで使えます。今こうやって味方使ったんですけど、UAV を使うと味方にも表示されて、マップ上に相手の位置がこういう風に表示されます。赤点で。味方にも表示されるんで、もうすげえ強力なんです、これは。これはマジで、なんかうまいこと、キルを重ねて死なないように立ち回って出しましょう。この真ん中のハンターキラーっていうのがあるんです、これ。これを使うと、相手の方に飛ぶんですね、ほら。で、1キルが入るんですけど、今、さっき倒した時に、右上にスコアが1上がったと思うんですよね。1キルで1スコアが上がって、僕たちのデスで相手に1スコア上げてしまうことになるんで、これキルレを気にして、死なないように立ち回ってキルを取っていきましょう。チームデスマッチの場合は、芋っても突りすぎて、なんていうかな、デスをするより、芋ってデスをせずにキルを取る方がいいです。右下のこの光ってるところ、これは何回死んでも溜まるんですけど、スコアを取れば取るほど使えるようになります。これも非常に強力で、このバーって言って、これほら、これ死ぬんですよ。これ必殺技みたいな感じですね、これは。これ味方が今こうやって左側からリスポーンしてるんですよ、このマップ見たら。なので相手が右側にいるってことになってるんで、僕たちは左を見ずに、あ、今相手左になりましたね、こうやって。こういう時は左を見て戦えばいいんですけど、僕たちが左側に常にリスポーンしてる時は右側を見るように戦いましょう。敵いましたね。リスポーンを把握すればすげえ戦いやすくなるんで、どんどのマップもリスポーンを把握して味方がどこに湧いたかっていうのを気にして戦いましょう。よし、これで解説は終わりかな。めちゃめちゃ長いこと解説したから、みんなも難しいと思うんで、よかったら止めながらとか、あ、もう一回聞きたいなと思ったらそこをもう一回聞いて、どんどん勉強してください。で、ちょっと進んだら、この画面に飛ぶんですけど、この右上のプラス2202ってあるんですけど、XP。これが経験値です。さっき言ったプレイヤーレベルを上げるためには、この経験値をもらえば上がります。今回の戦績は、これ18キル0です。これはキルレ18で、僕一人でスコアを18稼いだことになってます。で、相手には1スコアも与えてません。チームデスマッチで一番必要なのは、
キルレを気にして戦うこと。なのでデスをしないことを気をつけて、キルをめちゃめちゃ取りましょう。強くなるにはどうすればいいかなんですけど、まず自分に合った武器を見つけましょう。見た目や銃声や使いやすさ。これはこれから僕がどんどん動画におすすめの武器を紹介していくので、それを参考にしていただけると嬉しいです。そして次、マップ。そのマップのポジションを覚えましょう。ポジション名と強ポジのポジション。そしてバトラのマップよりも狭いんですけど、このゲームのマップってすごく細かいところがあって、こんなところを見れるんやとか、あ、こんなとこ登れるんやみたいなところがあるので、よかったら皆さんマップ研究をどんどん進めていきましょう。強ポジの解説やポジション名の解説をこれから動画にも出していくので、よかったらそちらを参考にしてみてください。おすすめのボタンの配置は記事などで公開していくので、概要欄に僕の Twitter の URL を貼っておくので、そちらに飛んでよかったら記事を見てみてください。この調子でシリーズを通して本物のチュートリアルを作っていきます。教えてほしいことはこの動画のコメント欄、Twitter はハッシュタグアロトリアルでツイートをしてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。僕もこれからみんなのために動画を撮って参考になるようなもっといい動画をいっぱい出すので、みんなが上手くなるのを期待してます。どんどん参考になるような動画をいっぱい撮っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。今回はこれで終わります。バイバーイ。バイチャ。